こんにちは。ジャパニーズリスニング with みゆへようこそ。今日は日本の公共交通機関の文化とシステムについてお話しします。いや、みゆ、それは面白そうだね。このテーマは日本の日常生活を理解するのにとても役立つよね。そうだね、ハルト。例えば、電車の混雑時間って知ってる？朝と夕方だよね。特に東京はすごいんだって。そうなの。電車はぎゅうぎゅう詰め。でも、遅れないのはすごいよね。本当に日本の時間厳守はすごい文化だよね。時間通りに動くのは大事なことだよね。次に、バスについて話す？いいね。バスも便利だよね。特に地方では。そう、地域によってはバスが命綱だよね。でも、日本のバスって時間通り？もちろん、時間表通りに来るよ。これも文化の一部だね。すごいね。じゃあ、日本に行く人には、時間に注意するのが大事だね。さて、まずは日本の都市部に住む人々の日常について少し話しましょう。バスや電車を利用することが多いよね。そうだね。特に通勤や通学のために、朝は混んでるのに、みんな慣れてるのがすごいよね。本当に、席を譲る文化も素敵だよね。優先席の使い方も勉強になったよ。日本では礼儀が大事だからね。そういえば、時間通りに動くのも礼儀かな。時間を守るのは信頼の証だよ。なるほどね。じゃあ次回は日本の食文化について話そうか。いいね。楽しみにしてるよ。ねえみゆ、朝の通勤ってどんな感じ？じゃあ、一緒に朝の通勤シーンを再現してみようか。いいね。まず駅に着くとどうするの？改札を通って電車を待つよ。朝は混んでるよね。そう。でもみんな静かに乗ってるよ。ほんとだ。日本では静かにするのが普通なの？電話も控えめにね。じゃあメールは OK？まあ、迷惑にならない範囲でね。で、なるほどね。マナーも大事だね。そうだね。公共の場では特にね。じゃあ降りるときは？降りる人を優先するんだよ。それも礼儀だね。気をつけるよ。そうしてくれると嬉しいな。日本では小さな運動が積み重なることで健康を維持していますよ。毎日たくさん歩くんだね。そうそう。駅までの距離も歩くしね。それで健康にいいんだ。ちょっとした運動が効果的なんだよ。へえ、日本ならではの習慣だね。そうかもね。エスカレーターより階段を使う人も多いし、そうそう。足腰が鍛えられるね。そうだね。毎日の積み重ねが大事だよ。わかった。自分も頑張ってみるよ。時間とお金を効率的に使うことが大切です。だから、電車の時間はとても正確なんだね。そうですね。毎分が貴重ですからね。でも、どうやって効率的に使うの？例えば、事前にスケジュールを立てることです。それで時間を無駄にしないんだ。そうです。そして予算も大事です。そうそう。電車に乗るたびにお金を考えなきゃね。だから IC カードは便利ですよ。なるほど。時間もお金も節約できるね。そうなんです。効率的な移動が鍵です。春と IC カードをどうやって使うの？みゆ、教えて。
簡単なの？すごく簡単だよ。まず、改札機にタッチするだけ。それだけ？他に何か必要？チャージが必要だよ。でも、駅で簡単にできるよ。なるほど。便利だね。スイカとか？そうそう。スイカやパスモが人気だね。へえ、どこでも使えるの？ほとんどの電車やバスで使えるよ。お店でも使えるって聞いたよ。カフェやコンビニでもね。じゃあ、持ってれば安心だね。うん。旅行中は特に便利だよ。よし。次、日本に行くときは使ってみるよ。楽しみにしてるね。ねえ、みゆ。電車内の暗黙のルールって何があるの？例えば、電話で話さないことだよ。じゃあ、メールは大丈夫？まあ、静かにするならね。他に何かある？音楽もイヤホンでね。おう、静かに過ごすのが基本なんだ。そう、周りに迷惑をかけないようにね。じゃあ、食べたり飲んだりは？基本的にダメだね。わかった。ルールを守るよ。それが大事だね、ハルト。みんながルールを守ると、快適な乗車ができるね。これはコミュニティの精神の一部だよ。なるほど。みんなで協力するのが大事だね。そうすることで、より良い環境が作れるんだ。具体的には、どんなことがあるの？例えば、静かにすることや席を譲ることだね。小さなことだけど大事だね。そう。それがみんなの快適さにつながるの。次回乗るときは意識してみるよ。一緒に頑張ろう。みゆ、ステーションをナビゲートするのって難しいよね。そうだね。特に大きな駅ではね。じゃあ、一緒にやってみようか。いいね。まず、行き先を確認しよ路線図がたくさんあって混乱するなぁ。う。それなら、案内板を見てみて。内板？どこにあるの？改札付近にあるよ。色分けされてるから見やすいよ。なるほど。それで次はどうするの？あとは、正しいホームを見つけることだね。ホームも番号があるの？駅の地図に書いてあるよ。それで電車の時間も確認？そうそう。時間を守るのが大事だからね。わかった。これで安心して乗れるね。次回は自信を持って行こう。みゆ、今日はここまで。今日はここまでです。次回もお楽しみにね。もちろん、次回も面白い話題があるよ。本当に？どんな話題？それは秘密。でも、期待しててね。皆さん、ありがとうございました。これからも一緒に学びましょうね。みゆも頑張ってね。ハルトもね。じゃあ、またね。次回も楽しみだな。バイバイ。バイバイ。